はい、こんにちは。愛知県豊橋市靴修理ラジアンの杉浦です。今回ご紹介する修理はこちら、レッドウィングの1951というモデルになりますね。今回の修理は、宅配でお預かりしました。長野県のお客様ですね。ありがとうございます。今回こんな感じで減ってますね。今回ソール交換でお預かりしたんですけど、交換するソールの種類なんですけど、こちらですね。ビブラムの100番というモデルの、ハニーという生ゴムの色をしたソールに交換させていただきます。ソールの種類がだいぶ違うので、こうソール交換しただけでも雰囲気だいぶ変わるし、メンテナンスしがいのあるアッパーなので、完成後のビフォーアフターが結構くっきり出るかなっていう感じですね。修理する側の僕も結構どんな風に仕上がるかなって今から結構楽しみにしてます。はい、それでは靴修理、ソール交換している様子をご覧ください。ソール交換するためにまず古いソールを取り外しですね。この白いタイプのクレープソール、これを剥がしていきます。こちらの電熱器で温めていきますね。以前の動画でですね、同じようなタイプのソールパカーンって剥がしてるとこを見た方もいらっしゃるかと思うんですけど、なかなか剥がれないと逆に今度は、アッパーの方にそのグッて引っ張ってる力のダメージがアッパーにいっちゃうんですよね。だからここでしっかり温めて軽くでも剥がせるぐらいにしっかり温めることが重要かと思います。はい、では温め終わったのでソールを剥がしていきます。結構ね、表面結構熱くなってます。ミッドソールを剥がしていきますね。では古いコルクを除去していきますね。でもコルクを剥がすと結構案外中の状態は良さそうですよ。リブテープも綺麗だし、そんなに傷んでなさそうですね。はい、では新しいコルクを詰めていきたいと思います。こちらの方にね、すでにシャンクは取り付け済みです。はい、では接着剤を塗ってミッドソール、アウトソールを貼り付けていきたいと思います。はい、ではレッドウィング1951、ミッドソールを取り付けまで完了しました。この後アウトソール、今回ビブラム100というソール使いますね。黒とこういうハニーっていう色があります。今回こっちを取り付けますね。はい、こんな感じに貼り付けました。もうパッと見もかなりごつい感じがしますね。はい、ではレッドウィング1951なんですけど、今こういう状態ですね。ソールが付けられて、ソールを縫い終わったところまで進んでいます。この後ね、通常でいつもならばヒールを取り付けていきますっていうところなんですけど、今回、このちょっと色落ちしてしまったアッパーの色補修も、ご依頼いただいているので、そちらの方を先進めておいて、アッパーの補修が終わったらヒールを取り付けて仕上げに移っていきたいと思います。はい、ではアッパーの色の補修をしていきますね。やる前がこんな感じですね。色の補修する前、あと革の風合い、レッドウィングが持ってる革の風合い、しなやかさとかね、そういうものが失われないように、あくまでごくごく薄く自然な感じを目指して、色補修していますっていうところがポイントですかね。こういう感じの色補修用の塗料を使います。濃度はかなり薄めに作ってありますね。これがあんまり濃いとやっぱり塗料の成分で皮がやっぱり硬くなってしまうとか、いかにも塗りましたっていうようなベタっと感じの仕上がりになるので、こういう擦れたところに、色をのせていきます。
今濡れて濃く入ってるように見えますけど、実際はこうめちゃめちゃ薄く作ってあるので、これを何回かちょっと繰り返して色の定着させますね。まだ乾いてないんですけど、これが乾いたらソールの補修の続きですね。ヒールを取り付けてソール交換を再開したいと思います。はい、それではヒールを取り付けていきますね。今回取り付けるヒールはこちらですね。ビブラーム100のハニーのヒールがあるので、こちらを取り付けていきます。バランスをまず見たいんですよね。こんな感じで置いてみると結構バランス悪くないので、これぐらいでいいかなとも思うんですが、皮1枚入れてあげたいんですよね。この皮、ソールのゴムの層で、積み上げの皮で、トップリフトのゴムの層が見た目的に非常にバランスが良くて、で皮1枚入れたぐらいだとまだバランス崩れてないので、見た目とヒールの高さのバランスを考えるとやっぱ皮1枚入れてあげたいんですよね。さすがに皮2枚なるべくヒール高くっていうお客様ももちろんいらっしゃるので、ですけど、これがもう1枚皮入ってしまうとつま先がねこういう風につんのめってしまうので、あんまりヒール高くっていうのはもともとの靴のバランスからするとあんまり履きづらくなっちゃうんですよね。なので今回はこういうバランスで仕上げていきたいと思います。積み上げヒールを貼りました。こんな感じです。ではトップリフトを取り付けていきます。釘で固定していきますね。はい、ではトップリフトが取り付け完了しました。この後仕上げ工程ですね。グラインダーでソールの周り、かかと周りも含めたソールの周りを削っていって仕上げていきたいと思います。はい、ではレッドウィング1951、ソールの交換と、アッパーの色補修ですねが終了したので、最後の仕上げのくす磨きをしていきたいと思います。ではシューキーパー入れていきます。はい、ではいつもだったらここで馬毛のブラシでホコリ落としのブラッシングと靴用のクリーナーで表面の汚れを拭き取るっていう工程があるんですけれども、今回アッパーの色補修するときにですね、クリーナーであらかじめ汚れ取ってあるので、今回は、省略させていただきます。色は入ってるんですけど、皮が乾燥した状態のままなので、皮保湿用の靴用クリームを塗っていきたいと思います。今日すごい面白い方があったんですよ。就職活動中の大学3年生が僕がやってるような仕事に興味があります。うち今求人募集してるんですけど、求人サイトを見て職場見学させてくれませんかって問い合わせがあったんですね。その彼なんと福岡県の子で来るよって言って今日来たんですよね。今日一日、実際に職場、体験、こういう仕事ですよっていうのを体験してもらいながらいろんな話をして、この仕事のこの職業の現状だとか、どんなことやってますとか、何がすごいってその行動力がすごいですよね。話を聞きに行くためだけに福岡から愛知県まで来ちゃうってなかなかできないですよね。うちだけの問題じゃなくてね、この業界全体考えてそういう若い人が興味を持ってくれるっていうのはやっぱ嬉しいですよねっていう余談でした。靴全体のレザーにですね、オイルでオイルアップ完了しましたので、豚毛のブラシを使って全体をマッサージするように、ブラッシングしていきたいと思います。クロスで空拭きして終了ですね。はい、それではレッドウィング1951アッパーのメンテナンスのソール交換終了しました。
かがですかね、このビブラム100のハニーのソール。当店でもね、100番でビブラム100はよく使うんですけど、黒色がやっぱ多いんですよね。でもたまにこのハニーっていう色も出るんですけど、これも新鮮でいいですよね。アッパーもね、自然な感じで色補修できたと思います。触った皮の質感も損なわれることなく、アッパーの補修の部分でも言いましたけど、傷はね補修してないので、傷のガサガサだったりはそのままなんですけどね、綺麗に綺麗にアッパーの色補修できたんじゃないかなと思います。最近、当店のこの動画を見たよとか、あとはインスタグラム見たよとか、ブログを見たよで宅配で修理ご依頼いただくとかお問い合わせいただくことが多いんですけれども、どういう手順で頼んだらいいんですかなんて聞かれることが一番多いんですね。一番簡単なのは、直したい靴を段ボールか何か梱包していただいて、当店宛ての住所にもうバーンと送っていただければ、届き次第担当者、僕か僕以外のスタッフがお客様に靴届きました、どういう修理しましょうかっていうご連絡をしますので、それが一番簡単な方法ですかね。あと事前に料金と知りたい場合はスマホでパシャッと撮っていただいて、そのまま写真をスマホで添付していただいて、当店宛てのアドレスこちらですね、こちらの方に、送っていただければ、さすがに写真だけではバッチリこれだけですとは言えないんですけど、大体の費用と納期お伝えします。ぜひぜひ宅配修理ご利用していただければなと思います。あといつも動画を見ていただいてコメントいただいている方、ありがとうございます。いつも楽しみにしてますよとかね、書いてくれる方がいるんですけど、そういうコメント見るとやっててよかったなと思いますねこんな靴修理してるだけのマニアックな動画を楽しみに見てくれる人がいるんだななんて思いながら、それを励みに頑張ってますので、はい、それでは最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。本日の関連おすすめ動画はこちらになりますね。あともしよろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。